皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、子持ち鮎の甘露煮の作り方を紹介させていただきます。あるものを使って煮込むことによってね、骨まで柔らかくなってね、まるで料理屋さんのようなね、ふっくら美味しいね、子持ち鮎の甘露煮なんでね、ぜひ作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちらね、子持ち鮎4匹。一度ね、表面をさっと水洗いしてね、キッチンペーパーなどできっちり水分を拭き取ってください。そしてね、こちらがお酒、みりん、濃い口醤油、お砂糖、すべてね、大さじ3杯ずつです。おろし生姜大さじ1杯。はい、そしてね、今回の決め手、炭酸水 500cc、 ペットボトル1本ですね。材料は以上です。まずはね、こちらの子持ち鮎、魚焼きグリルとかね、フライパンで表面を香ばしくね、カリッと焼き上げて美味しそうな焼き色をつけてください。こちらね、鮎の方はね、表面を香ばしそうな焼き色をつけてね、この後炊き上げることでね、めちゃくちゃ美味しそうなね、色合いが表現できますんでね、まずは魚焼きグリルやフライパンを使ってカリッと香ばしく焼いちゃってね。だいたい10分から12分ぐらい焼いてくれたら香ばしく焼き上がると思います。香ばしく焼けましたらお鍋の方にね、移し替えてください。そうしましたらここで登場、炭酸水。この炭酸水をね、全て注ぎ入れてください。で、お砂糖、おろし生姜、こちらも加えちゃいます。はい、この状態でね、まずは火にかけて一煮立ちさせてください。軽く沸騰してくるまではね、中火ぐらいで加熱してください。はい、煮汁の方が沸騰してきましたらね、火力を弱火に変えてください。この表面がね、少しポコポコポコっと揺れる程度の弱火に変えてください。これぐらいですね。落とし蓋をします。落とし蓋がなければクッキングシートなんかをね、適当に切ってのしちゃってくれても大丈夫です。この状態で表面が少しポコポコとする状態、このままね30分煮込んでいきます。ちょっと火力のね調節によっては途中で煮汁がなくなっちゃうかもしれませんので、時折状態を確認して、もし煮汁が減ってきたらね、少しお水を足してください。はい、今ね30分コトコトと煮込みました。こんな感じですね。これでね、骨が柔らかくなって甘みが入ってますので、味付けしていきます。はい、醤油入れちゃってください。みりん、お酒も入れちゃいます。この状態でね、もう一度ね、ちょっと火力をアップして一ふかしさせてください。はい、一吹きしてきましたらね、また先ほどと同様、火力をね弱火に調節して今度は味を入れていきますので、この状態で10分ほど煮込んでください。10分煮込んだ後にね、仕上げていきます。はい、今ね調味料を加えて10分ぐらい煮込みました。ここまでできたらね、火力をね中火ぐらいに変えてください。はい、少しボコボコと沸騰させながら煮汁がなくなる直前までね煮詰めていきます。ここからねちょっと目を離さないでください。煮汁が煮詰まってね、あっという間に焦げちゃうので気をつけてくださいね。こちらね、煮汁の方をボコボコと沸騰させながら、少しねお玉なんかでこうすくっていただいて、鮎の表面にね時折かけていってください。こうすることでこの鮎の表面にね照りとツヤが出てきます。最後の仕上げ、この煮詰めていく時はね、火力は中火ぐらいで沸騰させながら、煮汁がなくなる直前まで煮汁を表面にかけながら仕上げていってください。
はい、こんな感じでね、煮汁がほとんどなくなったら火を止めてください。はい、これで OK ね。あとはこの状態でね、粗熱が取れるまで置いといてください。でね、粗熱が取れたらタッパーなどに移し替えて冷蔵庫でしっかり冷やしてね。はい、こちら今冷蔵庫でしっかりとね冷やしました。これでね味も全体的に馴染んでね、子持ち鮎の甘露煮完成です。さあ盛り付けて食べちゃいましょう。はい、こちらねお好みのサイズに切り分けて、もちろんね柔らかく煮ているんでね、頭ごと丸ごといっちゃってもね美味しいですよ。はい、もう完璧。骨まで柔らかいんでサクサク切れますわ。こんな感じよ。断面美味しそうね。じゃあ少し切り分けて盛り付けちゃいましょう。はい、品よく盛り付けましたら、秋の味覚の一つですね、子持ち鮎の甘露煮完成です。今日は日本酒と一緒にそれでは今日もいただきます。間違いない。めちゃめちゃうまい。日本酒も一緒に。最高。いやもう骨までめちゃくちゃ柔らかい。やっぱ炭酸水の力はすごいですね。このね子持ちの鮎、秋の季節しかね食べれないんでね、ぜひ作ってみてください。もう本格的にね料理屋さんの味に仕上がってます。これはマジで美味しい。完璧日本酒やわ。はい、ということでね、今回は子持ち鮎をね骨まで柔らかくねプロのような仕上がりにするね甘露煮の作り方を紹介させていただきました。今回は以上となります。最後までありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。